人気のない道の終わりに痩せこけた猫が丸くなって横たわっており、その体はもう戦う力がないように震えていた。体毛はほとんど抜け落ち、何日も手入れされていない乾燥してひび割れた皮膚と古い傷があらわになった。呼吸はどんどん弱くなり、一呼吸ごとに短く息を吸うようになり、猫は今にも気を失いそうな気分になった。多くの通行人は寒さと痛みで震える猫を一目見て立ち去った。頭を上げようとしましたが、足が震えすぎて弱い体はすぐに無力に倒れてしまいました。半分開いて半分閉じた目は絶望に輝いていて、まるでまだ誰かが憐れんでくれて、捨てられることから救ってくれることを望んでいるかのようだった。通りかかった男性は立ち止まり、土の上に息を切らして横たわる猫を見て心を痛めました。彼は弱っている猫をさらにパニックに陥らせないよう、音を立てないようにしながらゆっくり歩いた。彼の手が触れると、猫は恐怖で震えましたが、それでも安全を求めるかのように目を開けようとしました。彼はそれをそっと拾い上げ、その傷つきやすい皮膚の下に露出した鋭い骨を一つ一つはっきりと感じた。家に帰る途中、猫はじっと横たわっていたが、お腹がわずかに動いただけでまだ生きようとしていることが分かった。家に帰ると彼は温かいお湯を用意し、ゆっくりと体を洗い、長い間手にこびりついていた泥の層を洗い流した。落ちた土砂によってさらに多くの傷口があらわになり、彼はさらに同情と警戒を感じた。彼は温かいタオルで猫を包み、すぐに検査と治療を受けるために動物病院へ急いで連れて行きました。医師らはこの子猫が重度の栄養失調、重度の脱水症状、そして複数の皮膚感染症に苦しんでいると判断した。医師らはすぐに点滴と抗炎症薬を投与し、徐々に状態を安定させるために必要なケアの手順を指導した。医者が傷の手当てをしている間、猫は痛みで小さくうめき声を上げていましたが、まるで医者が自分を助けようとしていることを理解しているかのように抵抗しませんでした。男はいつも猫のそばに立ち、猫が温かく安心し、恐怖を和らげることができるように手を置いた。最初の治療後、医師は弱い消化器系に負担をかけないように、柔らかい液体の食べ物を少量ずつ摂るように指示した。自宅では清潔な酢を用意し、近くに温かいタオルと水を入れたボウルを置いて、猫が必要な時に簡単にアクセスできるようにしました。最初の日、猫はじっと横たわり、もう一人でいなくていいことに感謝するかのように、時々目を開けて彼を見つめていました。彼は粘り強くスプーンで餌を与え、毎日傷口を洗浄し、体のあらゆる小さな変化を監視した。新しい毛皮の層が柔らかく滑らかになり始め、長い疲労から体が本当に回復しつつあることを示していました。犬は自力で立ち上がり、軽く数歩進み、まるで信頼を示すかのように彼に近づき始めました。彼女は彼の腕の中で丸くなり、これまで感じたことのなかった安らぎの感覚を楽しむのが大好きでした。彼が仕事をしている間、猫は頻繁にテーブルに登って愛情深く頭を撫でていました。それは猫の体が健康で、魂が本当に生き返ったことを示していました。二人の絆は深まり、小さな助けが運命を変えることができることを証明します。捨てられた生き物だった猫は、今では強くなり、あらゆる旅の仲間になりました。